皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトの新作バレットフィリアたちの闇市場につながる、東方天空賞、東方奇形獣、交流道の裏のつながりについて解説しますよ。おお、最新作は交流道の後の話だからすごく気になるよ。さらに単にストーリーを語るのではなく、元ネタから見ていくという変わった見方をするので楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それでは東方天空賞、東方奇形獣に続く3部作のつながりを解説していきますよ。最新作はマダラ神、ハニヤス神、そして市場の神と神々が続々と登場していてどんどん盛り上がっているよな。本当にそうなんですよ。それではまず東方天空賞、東方奇形獣、交流道のストーリーを簡単に説明します。新作のおさらいにすごく助かるよ。まず天空賞派幻想郷の季節が狂ったのですが、それを霊夢たちは調査。この原因は、ラスボスのマダラオキナが幻想郷中にいる全ての妖精の背中の扉を開いたからです。妖精が各地で活性化することによって自然が狂い、四季もめちゃくちゃになったのです。幻想郷の賢者の一人であるはずのオキナがなぜそんなことをしたのかは、表向きは神であることをアピールするため、そして裏の目的は幻想郷がきちんと機能しているのかを確認するためです。オキナは幻想郷の賢者の一人だけあって幻想郷の管理をしていたのね。さて、東方奇形獣は人間霊たちが動物霊対策として造形神を召喚。それ完全に遊戯王の召喚の仕方だよね。動物霊たちは偶像たちに太刀打ちできず撃退されました。人間霊の地位が確立されたかに思えたのですが、動物霊たちは組同士で協力し合い打倒偶像作戦を打ち立てたのです。立てた作破鬼血組が地上の人間を騙して人間の手で霊長園を壊滅させよう、というもの。この提案を企てたのがカワウソ霊の組長吉長や知恵姉さんだよな。動物霊たちは地獄経由で地上に行き地上に攻め入るふりをして一芝居を打ったのです。異変の元凶のところに案内しますといった感じでね。しかし、結局呼んできた人間が一番の鬼だったことで全部まとめてめでたく崩壊したのです。いやまさかの主人公がラスボス。どんどん行きましょう。ラストに現代界の最新作である交流道です。まずアビリティカードと言われるあまたの人間、妖怪の秘密が込められているカードが流通していたのです。これは弾幕ごっこで使用することができてキャラの効果を得れるんだぜ。そのカードは市場の認知が低くなり、力を失いつつあった神の天球ちまたが飯綱丸からアビリティカードの売買について話を持ちかけられ、利用されていることは承知の上で了承。飯綱丸のビジネスが成功する頃には神としての力を取り戻し、大天狗など恐れるに足らないと考えてたのですが無事に霊夢たちに倒されて落ち着きました。この3作品の流れは大体掴んだけど、特に繋がりなんて見えなくないか？むしろ天空や鬼や竜ってピザとうどん並みに別物だぜ。マリサさんお見事です。今言った言葉が繋がっているんですよ。うどんとピザ？いやそこ波動でもいい。さてまずは、東方天空賞、東方奇形獣のつながりを見ていきましょう。結論から言うと聖徳太子つながりを持っているんですよ。東方天空賞ではマダラオキナ、東方奇形獣では黒駒崎と、なぜか聖徳太子関連が続いているんですよ。マダラオキナの元ネタとされるマダラ神は、前回の授業で習ったが天台宗の玄宗奇妙壇における本尊で、阿弥陀経または念仏の守護神ともされているんだよな。そして、黒駒崎は聖徳太子の相葉としての伝説があるんですよ。そして東方プロジェクトの聖徳太子といえば豊里耳の巫女だよね。でもマダラオキナと豊里耳の巫女って面識がないし、元ネタに繋がりなんてあるのか？それがなんと裏設定として面識もあり、元ネタに繋がりもあるんですよ。天空小6面ボス沖縄元ネタであるマダラ神は畑川勝と同一視され、川勝は聖徳太子のブレーンとして活躍しているのです。つまりは側近ってことね。また、東方神起楼で登場した旗の心は、聖徳太子である豊里耳の巫女の口自ら、畑川勝が作った面だと明言していました。沖縄と心は共に暗黒能楽という能楽を舞うことで共通していますが、現在のところ公式の絡みはないですね。沖縄は天空小作中の複数の機械で暗黒能楽の語を用いていて、さらにスペルカードとしても暗黒能楽の語を組み込んだものを表現しているのです。確か心の舞のレパートリーの一つで、ラストワード仮面送信舞暗黒能楽としてもお披露目されているよな。そして新作で登場が決定した謎多き妖精のラルバもこの3人に大きな関わりがあるんですよ。天空小の一面ボスにしてズンさんから謎が多いキャラと言われているんだよな。元ネタは飛鳥時代に民衆に信仰された、アゲハチョウの幼虫の姿をしている常世神であり、畑川勝が成敗しました。なんでそんなことが起きたんだよ。常世神事件無視を常世神という新たな神様として崇める信仰宗教が流行り、世が乱れたので畑川勝がこれを討伐したのですよ。そして冒頭でも言った通り、
畑川勝はまだら神と同一視されているのです。待って待って、ということは、畑の心と沖縄って同一人物ってことなんじゃないの？心は畑川勝が作った面ということで完全にではないですが、面といっても体の一部みたいなものなので、捉え方によっては同一人物ということになりますね。実地ルノでのエクストラにおいて、沖縄エタニティラルバのことを常や神かもしれんな、敵対する神の一つだと発言しています。その後、3月末にて発言通り、沖縄妖精たちを襲っています。あやややや、元ネタ通りってことかよ。そして謎多き妖精エタニティラルバは妖怪の山に関係があるんですよ。ズンさんがわざわざ強そうな名前を与えたり、一面ボスでは珍しくボロいがある特殊なキャラだよね。そう、ラルバは先ほども言ったように常世ではないかとも言れていて、神様である説も浮上していました。しかし新作の写真でと間違いなく常世神と私は断定しました。おいおいおい新作の写真だけでわかったのかよ。ラルバはどういうわけか弾幕が火の弾幕を放っているのです。そして向こうの不死鳥のような形の弾幕と似ているんですよ。これやばすぎでしょ、そっくりじゃんか。最初気づいた時ビビりまくりましたね。なぜこんなことになっているのかというと、向こうとラルバは富士山、つまり伏山に関係があるキャラなんですよ。富士山というと向こうが不死となるエピソードにおいて向かう予定だった山で、この花咲夜姫の姉である岩永姫がおわす山だよな。そう、富士山の主であるこの花咲夜姫が背比べに負けた怒りで下痢崩して小さくなってしまったのが現在の八ヶ岳であるとされていますよ。なので妖怪の山は富士山よりも高いことになります。幻想郷の大きさどうなってんだよ。とにかくバカでかいのは間違いないですね。また、常世の神は富士川周辺で祀られていたと言われています。ということは彼女たちは同じところで不老不死の力を持ったわけか。向こうは富士山で不老不死となる蓬莱の薬を飲んだもんね。ミスティ肌立ちまくりだぜ。どんな肌だよ。また富士山は妖怪の山に繋がりがあるわけになるので、天空ショーと、妖怪の山が舞台の二次誘導との繋がりがあるということになるんですよ。うわぁ、いろいろ繋がってきてすごく面白いぜ。また、かぐや姫の元ネタで不死の薬を焼いたから不死の山、富士山、富士山となり、ラルバもまた不老不死を司る神という繋がりを持っているんですよ。しかし、ラルバでの神話ではこれはただの信仰のための設定であって本当は若返りの力を得れるわけではないと。それで畑川勝が討伐するということになるんですよ。東方天空将のエタニティラルバは6面ボスに関係があるんですが、東方奇形獣の1面ボスのエビスエイカも6面ボスのワミアス神経期に深い関わりがあります。めちゃくちゃ気になりすぎる。また心と沖縄に一体どんな繋がりがあるのかも気になるぜ。気になるところですが、まだ公式的に絡みはないんですよ。ただし、心は繋がっているのではと。そして視聴者さんの心からは離れていくと。それでは次に紹介するのは東方奇形獣と交流道のつながりですよ。先ほども言ったように、東方奇形獣の1面ボスエビスエイカも6面ボスのハニアス神経期に深い関わりがあります。エビスエイカはサイの河原で石を積んでいる水子の霊だよな。またサイの河原の水子の霊たちのリーダー的存在なんだぜ。無駄な単純作業を楽しくやりがいのあるものに変える福の神という側面もあるんですよ。元ネタはイザナギの子であるエビスで、水子であったため海に流され、その後エビスとして祀られたという伝承があるのですよ。ちなみに水子は、生まれてあまり日の経たない子、赤子のことだよな。また、胎児、特に流産または人工妊娠中絶により死亡した胎児のことを指すのですよ。一見すると6面ボスであるハニアス神経期とあまり関係なさそうに見えますが、実は繋がっているんですよ。ハニアス神経期は手に持ったのみや彫刻刀からもわかる通り、職人系のクリエイティブな神様だよな。そう、ケーキは自らを造形神またはイドラデウスと名乗り、偶像を作り出す能力を持ちます。中でも、ケーキが制作を得意とする偶像がハニワなんですよ。そうしてできたのが、自我を持つハニワ、上等宮真由美率いるハニワ兵団ということですよ。なるほど、ケーキと真由美はそういうつながりだったのか。そんな奇形獣のラスボスであるハニアス神ケーキの元ネタであるハニアス神は、古事記によるとなんと、イザナミ神が死ぬ間際の排泄物からハニアスビコの神、ハニアスビメの神の二神が加勢したとされるのです。まさかの誕生日は、そんなことよりイザナミ神の子ということは、エビスエイカは兄弟ということかよ。生まれから見ると兄弟関係とは言い難いですが、どうやらつながりのある神様ですね。そして日本書紀では、ハニアス神、土を司る神として信仰されているのです。なので私が散々解説してきた御用にも関係していて、水と土は魔力の関係、つまり1面ボスと6面ボスという魔力の関係というつながりもあるんですよ。ちょっと待ってくれ。ということはこの流れで言うと、新作でも登場する交流道の1面ボスの豪徳寺三家と6面ボスの天宮地又も関係があるんじゃないか？マリサさん、イザナムです。日本語を話せ、ここは幻想郷だ。さらに、面白いのがハニアス神はユーアナ神社に祀られているんですよ。ユーアナはユーのほら、
つまり交流道と繋がっているってことか。やばい、こんな繋がりを作っていたなんてずんさん天才すぎて怖いな。マジモンの天才ですね。また東方奇形獣で登場した吉兆や知恵は亀というの神獣で聖徳太子ゆかりの地とされる奈良の飛鳥村では、ファンタジー系ゲームでよく使われる4神獣のゆかりの地でもあるんですよ。聖徳太子繋がりすごいな。というか東方キャラ奈良県民多すぎ説ないか？妙蓮寺二神霊廟組、永遠帝組もそうですからね。皆さん奈良に東方を習いに行きましょう。鹿さんに蹴られてください。またもこうは飛鳥時代の貴族で不死鳥だから、やはりラルバとの関係は何かあるだろうな。間違いないですね。そして聖徳太子の馬と言われる黒駒ですね。いやなんかいやらしいからその言い方やめてもらっていいですか？元ネタは甲斐の黒駒であり、甲斐が両馬の産地であったことから成立した伝承と言われています。馬は古墳時代に4世紀から5世紀にかけて伝来したと言われていますが、古代甲斐にはそれに先行する形で渡来したと考えられています。その伝承を聖徳太子伝説と関連させ、太子が黒駒に乗って信濃まで行って戻ってくるという伝説が生まれました。数ある聖徳太子伝説の中でも巫女の性質を特に掘り下げている本朝新宣伝にも、この黒駒は出てきますよ。なるほど。奇形獣も聖徳太子と大きく繋がっているのか。ここまで考えたずんさんって妖怪すぎだろ。歴史に詳しいケイネ先生と試されるでしょうね。また沖縄の方は最悪別人という可能性も極小ながら存在していますが、こちらに関してはテーマ曲が聖徳太子のペガサスであり、言い逃れができませんね。確かにすぎる。ちなみにですが、東方部門九樹にて巫女は、かな子から動物園の動物は幸福なのかの話を受けています。これはそのまま東方奇形獣での霊長そのの人間霊の話に繋がっていそうで、畜生界の現状を知った巫女は一体どんな行動をとるのか気になるところですね。めちゃくちゃ伏線になってるじゃんか。これからの東方がさらに楽しみすぎるぜ。というわけで、意識したのかどうかは不明ですが、2作品連続して聖徳太子が関連する元ネタを使用していますよ。続く交流道でも、聖徳太子が関連する元ネタを使用しています。そもそも聖徳太子ゆかりの地である飛鳥村の4神獣の竜と繋がっているもんな。その通りですね。ちなみに浦島太郎とも繋がっているんですよ。浦島太郎というと亀を助けて竜宮城に行く話だよね。月読みを祀る京都市の月読神社には聖徳太子社があり、聖徳太子が信仰したとされます。月読神社は聖徳太子の側近である秦氏の拠点に建てられ、秦氏の始祖は柚木くんなる人物なので、聖徳太子、秦氏政権の中心にいた神様かもしれないと言われています。はいはい、ここで東方天空将が繋がっているってことね。そう、そんな月読みのご利益といえば、ついてる、つまりラッキーが起こることですが、神通力とも呼ぶ謎のパワーもつきます。月読み信仰の最大拠点である出羽三山の一つ山形県の月山は、神通力を開発する修験道の主要場所トップ3に入ります。また、月読みの子孫とされる浦島太郎の裏は、占いで、月読みは占いの神、裏世界、異世界の神です。ほう、異世界の神ってまたすごい神様だな。そして異世界というのは浦島太郎が言った、常世の国と言われているのです。心臓止まりそうなんだが。ちなみに、浦島太郎と月読みは、京都府伊根町の浦島神社に一緒に祀られていますよ。そして奇形獣と浦島太郎の関係は簡単で、亀の性質も持っている吉兆や知恵を助けますよね。おいおいおい、奇形獣では浦島太郎と同じように吉兆や知恵を助けたな。そう、こういう繋がりがあり、東方交流道に導かれたのですよ。おお、大興奮の繋がりだな。一見全く関係がないように見えてちゃんと元ネタで繋がっていたのか。マジで喉から心臓飛び出そうだぜ。本当にそうなんですよ。ちなみに海と山をつなぐ月の姫の綿月とよ姫とも関係があるのは内緒です。すいません、心臓回収センターってありますか？それではラストに、交流道の裏側について解説しますね。もうワクワクが止まらないぜ。それではまず、今まで通りヤバすぎる裏設定がある交流道の一面ボスを務めた豪徳寺三家について解説しますね。新作のニュースの写真でもデカデカと載せられていて確実に大きな役割を持っているよな。あと素晴らしい美脚な回しも持っているんですよ。今はそこ関係ないよね。彼女は招き猫発祥の地と呼ばれる豪徳寺の出身。東京都世田谷区にある曹洞宗のお寺だよな。招き猫発祥の地は複数の説があるのですが、豪徳寺はその一つですね。しかし、寺に住む猫が皆白猫であるのに対して、三毛猫として生まれた彼女は、周囲からまがいものと疎まれ、無理やり毛を染められそうになったりと大変な苦労を経験しています。パッと見た感じむしろ華々とした生き方をしているイメージだったがそんなことないんだな。そう、
その後はどのような経緯をたどってか幻想郷に流れ着き、妖怪の山付近で悠々自適の新生活を送っていたのです。その結果、招き猫としての修行が満足にできなかった彼女の能力は、お金かお客のどちらかを招き入れるともう一方を遠ざけてしまうという不完全なものになったのですよ。お金とお客両方ではなく、お金かお客どちらかしか招かれなくなったのか。あらミケは意外にも不遇なキャラだったのね。しかしこれを招き猫社会に見切りをつける機会と捉え、むしろ幸いと清々しい気分で寺を去りました。ミケは見た目に似合ってサバサバしていていいね。さらにメンタルが強いミケ本人もミケで何が悪いと開き直って反発したため、ますます仲間外れにされることとなったのです。しかし一面ボスにしては、理不尽や納得のいかないことには容易に屈することなく立ち向かう、芯の強い性格のようですね。確かに霊夢が勝利後、暴力では商品を絶対に渡さないと言っているあたりメンタルが強そうだぜ。いつもの一面ボスよりも大人びたキャラだしな。このように毛並みが三毛猫だったせいで苦労した三毛ですが、現在は妖怪の山で平和に暮らしていて性格もかなり明るめです。出ました今回の授業でたびたび出てくる謎の山。東方天空省でのエタニティラルバ、東方奇形獣でのエビスエイカは、両者ともに6面ボスと深い関わりがありましたよね。つまり今作の豪徳寺三毛もえげつないことになっているんですよ。今でこそ猫は商売繁盛の象徴ですが、一昔前は養蚕での縁起物として祀られていました。蚕というとラルバのことだよね。そんな猫は蚕を食べるネズミを駆除してくれるため縁起物として祀られていました。待ってくれ東方プロジェクトのネズミといえば。そう、その通りです。東方精錬戦の一面ボスのナズーリン。まさかここで精錬戦が繋がっていたとは。どこまでキャラ設定の繋がりを作っているのか怖いですよね。そういえば、ナズーリンのテーマ曲の一つの春の港には夏になりかけの春だよな。そう、そして東方天空省の一面は夏となっていてちゃんと繋がっているんですよ。ズンという名の大妖怪。話を三毛に戻して猫は奈良時代に貴重な経典などをネズミの害から守るために中国から輸入されたと伝わっています。出ました奈良県。これで繋がりがあることがわかるな。そしてネズミを追い払うため養蚕の縁起物であったことから、養蚕が衰退してからは商売繁盛の縁起物となり招き猫として人気となったようですね。まさかこんな繋がりがあったとはな。このような元ネタから新作でラルバ、ミケは確定しているのでもしかしたらナズーリンの参戦も考えられますね。いやーん、それは楽しみすぎる。そして6面ボスの史上の神様である天球地又と、招き猫であるミケに繋がりがあるってことね。そういうことになりますね。ところで6面ボスの天球地又の元ネタって何なの？正直非常に謎な神様ですね。ほう、それはどういうことなんだ？今作は例えば玉造りミス丸なら玉そ命、飯綱丸恵むなら飯綱権現飯綱三郎などベースとなった元ネタがわかりやすいキャラクターが多いのですが、ちまたはわからないんですよ。なのでちまたは様々な神だけではなく、いろんな要素を組み合わせて史上の神として作られたキャラクターなのではと思われます。ただし、ベースは日本神話に登場するカム大一姫ではないかと言われています。山の神大山積神の子で、櫛灘姫の次にスサノオタケルの妻となって、大都市神と羽の御霊神を生んだんだよな。また巫女神はどちらも濃厚の神格を持つ神であり、カム大一姫も濃厚神、食料神として崇敬されていますよ。カム大一姫は日本神話では珍しい死の守護神的な性質を持つ神様で、巷の名前やスペルカード、境遇などには直接反映されていませんが関連があるんですよ。なるほどね。となると確かにその可能性はありそうだな。ちなみに、衣食住、家内安全、商売繁盛、厄除けなど生活全般のご利益があると信仰されている狐の神様的なキャラとして管巻天が登場していますよ。稲荷神は、京都の神様で稲作農業の神様でもあるよな。そう、なので森や一家ともつながりが見られますね。特に早苗は北条の神様でもあるもんね。話は戻して、ちまたというキャラクターの形成に最も関係していそうな要素としては、中世の日本で虹の見える場所に市場を建てたという風習が挙げられます。こういったように虹がかかる特別な日に市場が開かれるのですよ。そして外の世界の皆さん、外の世界でも特別な日に特別な市場が開かれますよね。おいおいおいそれってまさか。コミックマーケット。こうしてコミックマーケット100回目記念にして、東方プロジェクトの新作バレットフィリアたちの闇市場に繋がるってことか。もしかしたらこの日のために前もってシリーズを準備していた可能性がありますね。それ想像したら怖すぎる。今までの解説を通して考えると、2011年に出した東方心霊病あたりからとなるとすると10年前以上には考えていたと思われますね。コミックマーケット記念すべき100回目とあまりにもタイミング良すぎるもんな。なんだったら、もっとそれ以前に考えて作っていた可能性もありえますよ。神主が天才すぎてついていけないぜ。あとラストにミケと巷のつながりの一つとして、コミックマーケットに共通しているんですよ。
巷はさっきの解説で分かったがミケって何なの？皆さん豪徳寺ミケを10回ほど言ってみてください。豪徳寺ミケ、豪徳寺ミケ、豪徳寺ミケ。そうするとどこかでコミケみたいな発音になりませんか？うわー、本当だ。豪徳寺ミケとコミケって確かに発音が似ているじゃん。東方プロジェクトはこのように奥の深さが旧地獄並みに深いので、またいろんな解説をしていきますよ。今回の授業は驚きの連続だったぜ。ますます新作とのつながりが楽しみになってきたよ。それでは今回の授業はここまでです。視聴者さんの好きな東宝作品があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。